はい、今回は2018年に行われたミニ四駆デザインコンテストの最優秀賞に選ばれてキット化したレイザーバックを見た目重視で改造していきます。まず早速ボディを2分割しています。これは何をしたいのかというと、たてがみのあるイノシシがモチーフっていう説明書きにもあるように、ボディの後ろ側がぐっとせり上がった形をしているんですね。ここを少し下げられないかと、考えた結果、ボディのちょうど真ん中あたりにモールドがあるので、ここを境にノコギリで一旦2分割して、後ろ半分の高さを調整して再度固定し直すっていう、そういう狙いがあります。ここが低くなることでタイヤがボディに当たったりするんですね。そういう箇所を削ったりとか、いつものように肉抜き作業も並行して進めていきます。今回このマシンを作るにあたって、デザインコンテストの入賞マシン、レイザーバックを含めて全部で5台あるんですが、人気を知るための事前調査をしていて、これ訳すと、どれが好きですかっていうアンケートで、上から、レイザーバック、マッハフレーム、カッパーファング、ジオグライダー、ヘキサゴナイト。で、そのどれが好きですかっていう、単に形がいいとか、走行用としてはとか、コンデレ的にはみたいな、いろんな立場からの意見を集めたくて、わざと大雑把な尋ね方をしてます。アンケートのご参加ありがとうございました。チャンネルコミュニティの誰でも見れる場所で時々こういうこともやっているので、気軽に参加していただけたらと思います。このマッハフレームが一番人気だった理由が、思い当たらないではないんですけど、これだけ大差がついているところを見ると、僕が知らない事情があるのかなと思って、レイザーバック以外の4台も手元に買って揃えてみたんですね。マッハフレームが分割式のボディだっていうのは知ってはいたんですけど、ウィングとノーズが別パーツみたいな、そういう分割ではなくって、本体が綺麗に4分割されているんですね。作るっていう意味では分割されていることで、パーツの形を変えたり位置をずらす工作や、別のマシンと合体させるみたいな、そういう改造にも向いているほか、塗り分けもしやすいっていう、僕みたいなコンデレ目線だと、そういうところがメリットになってくると思います。さらに細身でシャーシに乗せた時の姿勢も低いことから、レーサーからも好まれているようで、確かに多方面から支持を得やすい感じがしますね。今回とりあえずレイザーバックからっていうのはあったので、こっちを優先しましたが、また機会があれば他の4台も作ってみたいと思っています。ちなみに僕はカッパーファングを押したいですね。直線でもっとのっぺりした感じを想像していたんですけど、実際かなりコンパクトで軽量化して車高を下げるみたいな、今回みたいな僕の作風にも合っていそうだったので、間近で見て結構印象が変わったマシンですね。いつもは車高を下げるって言ってもほどほどに 2,3 ミリぐらいのダウンが多いんですけど、今回ボディキャッチの位置で6ミリは落としているので、明らかにシルエットが変わってくると思います。補強や造形のために貼り付けているこの白い部材は ABS 素材のランナーのタグを細かく切ったもので、特に最近のミニ四駆は ABS が使われることが多くなっているので、普段からこういう風に使えそうな端材は捨てずに取っておくようにしています。手を加えた箇所を見やすくする目的で、これ多分プレミアム版のマグナムのものですね。白い端材を選んで使っています。本当は ABS の、プラ板があればいいんですけど、とっさに用意できなかったので、足りないところは接着して継ぎ足していますね。で、前後で割ったボディをどう固定するかというと、上下にずれたこの4点で接着し直すつもりで、ちゃんとこの4箇所が接するように面を作っていきます。いっそのことをサイドガードをうまく使ったりして前後別々に固定しても良かったかなと思います。多分その方が切り口の処理とかはもっと自由になるんですよね。ただせっかく線の合っているところでカットしていて、上下移動だけで前後の位置関係は割と戻せそうだったので、今回は接着して一体にしています。
こういう感じで後ろ半分がかなり下がったのがわかると思います。程よく肉抜きをして真ん中に開けた矢印型の穴が、実質ウィンドウっていう形にしていますね。意外とレイザーバックでこういう正統派なレーシングカラーってあんまり見ない気がしていて、凹凸がはっきりしたデザインに合わせて塗り分けるのも新鮮かなと思ったので、爽やかに白、青、黒とマイブームのシャンパンゴールドで少し高貴な雰囲気をプラスしたっていう感じですね。マスキングテープの切り針は、角やカーブしているところを先に貼って位置を決めておくのと、色と色の境になるところはできるだけ1枚のテープでかたどるのがコツになります。2枚のテープを重ねてつなげるとそこが段差になってしまったりするので、1枚で滑らかな線を作った方が境目が綺麗に仕上がります。カーブが急な場合はテープを円形にカットできるポンチやサークルカッターなんかがあると便利ですね。
アルミホイールの軸だけは PP 素材なので、塗装する場合本当はPP といえばプライマーを下塗りした方が、塗料の食いつきは良くなるはずなんですが、中心部分だけっていう、場所が場所なので、今回手軽にマーカーで済ませています。こんな感じでこのチャンネルではミニ四駆のキットを見た目重視で改造しています。ミニ四駆はレースだけではなくって見た目を楽しむコンクールデレガンスっていうイベントも定期的に開催されているので、ミニ四駆に興味を持ったという方はそちらにもぜひ目を向けてもらえたらいいかなと思います。